今日はあまりこういう話をしたことがないんですけど、日本の宗教の神道について話したいと思います。皆さんは日本の神社に行ったことがありますか？きっと日本に来たことがある人なら、一回は行ったことがあると思います。神社の中にみんなが手を合わせてお祈りする場所がありますよね。で、その奥に必ず置いてあるものがあるんですけど、何かわかりますか？皆さん。もちろん食べ物とか塩とかお酒とかも置いてあるんですけど、皆さんが普段使っているもので置いてあるものがあるんですけど、何かわかりますか？鏡です。これに答えられた人はもうすごいですね。プロですね。日本文化のプロですね。そう、鏡が置いてあるんですよ。どうして鏡が置いてあるかわかりますか？いくつか理由はあるんですけど、昔から鏡は日本人にとってすごく大切なものだったんですね。日本の神話っていうのは神様のお話なんですけど、日本の神話から始まって、今も歴代天皇に伝えられる3つの宝物が日本にはあるんですね。で、その3つの中の1つが鏡なんですね。ちなみにあと2つを言うと、勾玉と剣です。今も代々天皇に受け継がれてるんですね。で、日本には天照大神っていう日本の太陽の神様がいるんですけど、鏡は太陽を反射しますよね。だから鏡自体が神様を象徴している。鏡自体が神様のシンボルだと言われています。でもそれだけじゃなくて、鏡に映った自分を見つめ直すとか、自分自身に向き合うっていう考え方も含まれています。鏡は自分をありのままに映し出しますよね。だから自分の心も映し出すと言われています。だから神様に手を合わせて、今の自分のあり方とか生き方を見つめ直すという考え方もあります。で、3つ目の考え方が個人的にはすごく深いなと思ったんですけど、日本語で我っていうのはエゴっていう意味なんですね。で、この鏡から我を取ると神っていう言葉になりますよね。神っていうのは God という意味です。もちろん人間である限りこの我エゴはなくならないですよね。人間は我が強い生き物なので、この我をなくすっていうのは難しいと思います。で、神道には自然が神様っていう考え方があります。山の神様、川の神様、風の神様、いろんな神様がいます。人間も自然の一部だから神様の一部だっていう考え方があります。自分も他の人も神様の一部だから神様と同じように大切にしましょうっていう考え方もあるそうです。そういう考え方があると平和になるし、みんなで助け合って仲良く暮らしていけるようになると思います。神道ではキリスト教とかイスラム教とは違って神様は数えきれないほどいると言われています。で、その神様もみんなそれぞれ違うけど、そこにいい悪いっていうのはないんですよね。こっちの方がいい、こっちの方が悪いっていう考え方がないんですよね。みんな違うから素晴らしいっていう考え方がもともと日本にはあると思います。日本には出る杭は打たれるっていうことわざがあって、意味は出ている釘はハンマーで打たれるっていう意味なんですけど、簡単に言うと目立つのは良くないっていう考え方があるんですけど、最近風の時代って言ってすごく自由な時代になったので、それもだんだん変わってきていると思います。みんな同じだったら面白くないですよね。みんなそれぞれ違うから面白いですよね。だから日本にもこういう自分の個性を生かす、自分らしく生きるっていう考え方が広まってきていて、私は個人的にすごく嬉しいです。で、この鏡について考えてて最近思ったことなんですけど、私たち自身が鏡なんじゃないかなと最近思うようになりました。なんかまたヒッピーなこと言ってるな、私と思うんですけど、本当にそうだなって最近思うんですよね。自分の周りにいる人とか状況も自分っていう鏡が映し出したものなのかなって思うようになりました。だから自分自身の考え方とかあり方が自分の人生に映し出されてるのかなって思います。
日本語にも、類は友を呼ぶ。類は友を呼ぶっていうことわざがあるんですけど、意味は、同じような価値観とか考え方をしている人が自然と自分の周りに集まってくるっていう意味なんですね。英語でも like attracts like っていう言葉があると思うんですけど、同じような意味ですね。だから日本だけじゃなくて他の国にもこういう考え方はあると思うんですけど、自分の出しているエネルギーとか波動っていうのはバイブレーションっていう意味なんですけど、そういうものが反射して同じようなエネルギーの人とかチャンスが自分に来るんじゃないかなって最近思うようになりました。っていうのはこの間のいただきますっていう動画でもちょっと話したんですけど、やっぱりみんな同じものを見ているようで自分のフィルターでものを見ていると思うんですよね。なんでこういうふうに思うようになったかというと、私が個人的にこれを人生で経験したからなんですね。っていうのは私は10代の頃結構ネガティブだったんですよ。10代って言っても中学生、高校生の頃かな。その6年間は結構精神的にしんどかったんですね。だから本当に文句ばっかり言ってたし、こんな小さいことにイライラしたりしてたんですね。今振り返って考えると、その頃私は本当に悪いエネルギーをぶちまいてたと思うんですよね。悪いエネルギーを出していたと思うんですよね。だから本当に良くない状況っていうのがどんどん自分に来てたんですよ。で、それに何かのきっかけで気づけて自分を変えたら、自分の人生の状況とか周りに集まってくる人がガラッと180度変わったんですよ。で、その時に、本当に自分は鏡なんだなっていうことに気づけたんですけど、人生生きてるとそういうことって忘れちゃいますよね。だからまたその悪いサイクルに入ったりすることもあったんですけど、今は自分が鏡だなって本当に感じているので、例えばその人間関係がうまくいかなかったり、自分の人生の状況がうまくいかなかったりすると、その人を変えようとしたり、その状況を変えようとしたりするんじゃなくて、まず私は今どんなエネルギーを出しているかなって考えるようにしています。私も昔は環境のせいにしたり、人のせいにしてたんですよね。で、その方が楽なんですよね。人のせいにしたり、環境のせいにしたりする方が自分を変えなくていいから楽なんですけど、そうすると自分の持っているパワーを他の人にあげてしまうことになりますよね。っていうのは環境とか人のせいにしてしまうと、環境が悪かったらそれに影響を受けてしまうし、周りの人が良くなかったらそれに影響を受けてしまいますよね。だから環境とか周りの人が自分の幸せを決めるっていう状況になってしまいますよね。でもそうすると本当にしんどくなります本当にしんどくなっちゃうから、自分の幸せは自分の責任だっていう考え方が実は一番パワフルなんじゃないかなと私は個人的に思います。これは本当に私が個人的に自分の人生の経験から感じていることなので、人それぞれ感じることは違うと思うんですけど、個人的には私たち自身が鏡なんじゃないかなと思います。はい、ということで結構自分の話を長々してしまったんですけど、今日は神道の鏡の意味と私が鏡について思うことをシェアさせていただきました。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。こんな風にもっと日本の文化についての動画を見たいと思った人はぜひいいねとコメントをお願いします。はい、ということで今日も私の動画を見てくれてありがとうございました。じゃあまたねー。